皆さんこんにちは。Japanese Podcast with 花へお越しくださりありがとうございます。このポッドキャストは日本語を勉強中の方へ向けたポッドキャストで、日本の文化やニュース、また私の個人的な体験だったり経験など様々なことを日本語でお送りしています。皆さん最近は元気にお過ごしでしょうか？今回のテーマは日本食です。皆さん日本食は好きですか？日本食といえば、いろんなものを思いつくかと思うんですけど、今回は日本食、和食の歴史と、そしてどんな料理があるのか、そして私の個人的なおすすめとか、こういったものを日本に来たら食べてほしいなっていうものをご紹介していきます。まずは歴史からです。日本の食文化は数千年の長い歴史を持っています。古代には農業が始まってお米が主食として食べられるようになりました。ご飯におかずという食事スタイルがその頃から始まりました。白ご飯にお魚とあと野菜みたいな感じの、食事がその頃から食べられるようになっていきました。おかずで野菜と魚って言ったんですけど、中国の歴史書、昔の本に日本人は生で魚を食べるという記述があったそうです。なので、日本人は昔から魚を生で食べる、刺身で食べていたっていうのがわかります。そして日本食の歴史に、大きく影響を及ぼしたと言われるのが675年に発布された肉食禁止令というのがあります。これは名前の通り動物の肉を食べてはいけないということです。これが日本の、日本食に大きな影響を与えたと言われています。その名の通りお肉を食べてはいけないということなので、お魚を中心とした料理というか食事が、ずっとその後も根付いていったと言われています。そして、皆さんもそうかなと思うんですけど、1日朝昼晩、朝ごはん、昼ごはん、晩ごはんといった感じで1日3食食べるのが、普通というかよく聞くものかなって思うんですけど、日本でこの1日3食という現代と同じ食習慣が定着したのは江戸時代頃からと言われています。これが、1688年から1704年、この頃に1日3食という、習慣が定着していったと言われています。その前は日本人はずっと1日2食、朝と昼とか昼と夜だけ、朝と夜ご飯だけっていうのはちょっとわからないんですけど、1日2食っていうのが主流でした。じゃあなんで1日3食になったかなんですが、その頃戦国時代といって武士の方がいろいろ戦ったりとかしてた時代なんですけど、その体力がいるしお腹も減るので1日3食食べるようになったっていうのとか、あとは流通が発達して屋台とかそういったものも発展していったので1日3食より多く食事をとるようになったっていう説があります。そしてこの江戸時代頃まではお魚を中心とした食事だったんですけど、明治時代鎖国していたのが終わって日本にも海外からたくさん食品が入ってくるようになって、この頃からお肉とか他の食品とかいろんなものを食べるようになりました。もちろんその日本人がお肉を一切食べていなかったわけではないんですけど、今と比べると量は本当に少なかったと言われています。ほとんどがお魚中心でお肉を食べるようになったのは本当に最近といった感じです。そして2013年に和食がユネスコの無形文化遺産に登録されました。これは世界遺産ですね。世界遺産の無形文化遺産に登録されました。これが本当に簡単にですけど日本食の歴史になります。じゃあ日本食というのは基本的にはどういったものかなんですけど、
日本食は五味五食という言葉で表現されることが多いです。これはどういうことかというと、5つの味からできていて、甘味、甘い味、塩味、これはしょっぱい塩の味ですね。あとは酸味、酸っぱいレモンとかそういった酸っぱい味。あと苦味、これはビターな感じ、ビター系の味。そして旨味です。この旨味っていうのを最近英語とかでもよく聞くんですけど、日本食から来ている言葉です。こういった味とかを組み合わせて、いろんな味をバランスよく、楽しく食べるみたいな感じがあります。あと見た目も大事で、なんか海外の料理とかだとワンプレートにいろいろバッて盛り付ける、全部の料理がワンプレートにあるみたいなのが多いかなと思うんですけど、日本食は一個ちっちゃい器とかちっちゃいお皿を使って、全部個別に盛り付けたりとか、そういった見た目にも結構こだわってるものが多いです。あと季節感も大事なので、日本の春夏秋冬に合わせて各季節の旬の美味しい食材を使うっていうのも、一つ特徴にあるかなと思います。その一年中同じものを食べるっていう感じではないです。じゃあ次は、日本食っていうのは実際にはどういった食べ物があるかなんですが、ほとんどの方が一番最初に思いつくのがお寿司だと思います。生のお魚を使ってご飯の上にこう乗っけた握り寿司っていうのと、あとは海苔で巻いた巻き寿司っていうのがあります。ほとんどの方が見たことあるし、聞いたことあるし、食べたこともあるかなと思います。海外でよく見るサーモンにアボカドとなんかいろんなソースを乗っけたやつとか、なんか炙っているやつとか、そういった見た目をしてるのがたくさんあるんですけど、日本のお寿司はそういったものではないです。シンプルにご飯とお魚っていった感じがいわゆる寿司です。安い回転寿司とかに行くと一皿多分今だと150円とかそのぐらいで食べることができます。高級なお寿司屋さんとか行くともう一皿500円とか1000円とか全然するとこもあるかもしれないです。まあ私は普段食べに行くなら回転寿司か、たまにちょっといいお寿司食べたいなってなったら合計で多分2、3000円とかそういったぐらいかなと思います。回転寿司は安いお魚っていうか安いお寿司と言ったんですけど、やっぱり海外の安いお寿司とかと比べるともう全然クオリティが違うと思います。なので安く日本のお寿司を楽しみたい方はぜひ回転寿司に行ってみてください。スシローとかくら寿司、あとははま寿司とかそういったチェーン店があるので、日本にいる方は多分海外にも何店舗かあるんですけど、日本に来たらぜひ行ってみてください。次にご飯関連でいくとおにぎりがあります。軽い軽食とか朝ごはんといえばおにぎりといった感じです。お米に具材を混ぜて三角に握ったものがおにぎりです。コンビニとかに行くと本当にいろんな種類のおにぎりが売ってあります。私のお気に入りはツナマヨと、あとはイクラです。イクラは、サーモンの卵です。あとやっぱり塩握り、塩のおにぎり、ご飯にただ塩を振っただけのおにぎりがあるんですけど、もうこのシンプルさが一番うまいなって感じる時がたまにあります。でもいつも買うのはツナマヨとイクラです。で、本当にいろんな種類の、おにぎりがあるので、日本に来たらぜひ買ってみて皆さんのお気に入りを見つけてみてください。そして皆さんの国で、おにぎり売ってるよ、食べたことあるよっていう方もたくさんいるかと思うんですけど、やっぱりそれとは違う気がします。違う気がするというか全然違います。私も、フランス住んでた時とかヨーロッパ旅行したりアジアの国旅行したりとか、そういった時におにぎり食べたこと何回もあるんですけど、
まずお米が違うのと、味付けの仕方というか何かわかんないんですけど、もう全然違います。なので日本に来たらぜひ一度おにぎりを食べてみてください。おにぎりはだいたい100円とか200円とかで買える一番安い日本食って感じなので、ぜひ食べてみてください。次は麺類の日本食で、最初に思い浮かぶのはうどんです。うどんは、小麦粉でできた麺です。きつねうどんとか、あとは天ぷらを乗せた天ぷらうどんとか、カレーうどんとか、いろんなうどんがあります。私は食べるならいつもカレーうどんです。いつもカレーうどんを頼んでしまいます。あとうどんで有名な場所が香川県です。なので香川県に行ったら皆さんうどんをたくさん食べてみてください。細い麺とか、あとは太い麺とか、その何々うどん、きつねうどんとか、なんかいろんなうどんの種類があるので、うどんだけでも本当にたくさん違う味を楽しむことができます。そして麺類で言うと、いつもなんかうどんかそばみたいな感じで、この2択でそばというものもあります。そばはそば粉からできている麺で、うどんに比べるとヘルシーなので、なんかちょっとダイエット中だけど麺類何か食べたいなっていう時はそばを選びます。うどんとか、あとはラーメンとかパスタとか、こういったものは小麦粉からできているんですけど、そばはそば粉といったもうちょっとヘルシーなものからできているので、麺類食べたい時はそばみたいな感じで、ダイエットをする方にもおすすめになります。そして先ほども言ったラーメン、もうこれは絶対ですよね。ラーメンはもともとは中華料理なんですけど、日本独自のラーメンがたくさんあります。日本各地で、例えば福岡だと豚骨ラーメンとか、札幌だと味噌ラーメンとか、各都市で、有名なラーメンとかがあって、その土地のなんか違いとかユニークさとか、いろんなものを味わえるものになります。ラーメンのお店は本当にたくさんあるので、皆さんの好きなラーメン屋さんを見つけるのには絶対時間がかかると思うんですけど、ぜひそういったラーメン旅みたいなのもしてみてください。ラーメンって言っても、例えば塩ラーメンとか豚骨ラーメン、醤油味噌ラーメンとか、本当にいろんな種類があるので、あとはつけ麺、このスープに麺をつけるタイプのものもあるので、いろんな楽しみ方ができます。なので日本に来たらラーメンはもう絶対、お寿司、ラーメンとかこういったものは絶対に食べてみてほしいです。あと焼き鳥、これも私のお気に入りです。焼き鳥は本当にそのままなんですけど、鶏のいろんなお肉、いろんな部分を、炭を使って焼いたものなんですけど、これが本当に最高に美味しいです。私のお気に入りの部分はハート、心臓の部分と、あとぼんじりというちょっと脂身が多めのものと、あとはせせり、これは首になるんですけど、首の部分のお肉です。こういったのが私は結構好きでいつも食べます。そして焼き鳥は、鶏のささみとか胸肉とかもも肉とか、本当にいろんな部分があって、串にお肉を刺して焼いてるものになるんですけど、1本ずつ頼んでみて、皆さんでいろんなパーツ、それぞれの部分を食べて、これ好きだな、これはあんまりだなみたいな感じを楽しみながら食べていただければなと思います。そして焼き鳥のお店は安いところから高いところまでいろいろあるんですけど、全国にある安い、そして皆さん誰でも行けるようなお店で、鳥貴族というチェーン店があります。ここは本当になんか有名で安くて誰でも行けるところだと思うので、焼き鳥ちょっと食べてみたいなといった方はこの鳥貴族というところに行ってみてください。これはその一番美味しい焼き鳥かと言われるとそうではないので、どっちかというとコスパがいい安いお店なので、一番もう値段は高くてもいいから、一番高いお店でもいいから、とりあえずうまいものが食べたいってなるとちょっと違うかもしれないんですけど、とりあえずなんか試してみたい、焼き鳥食べてみたいって言った方は鳥貴族というところに行ってみてください。他にもたくさんあって、
なんだろうな、あとは日本のカレーとか、カレーって聞くとインドとか思い浮かべる方がいるかもしれないんですけど、日本にも日本のカレーがあって全然違います、インドカレーとは。あとは日本人の中でも好き嫌いがはっきり分かれる納豆とか。納豆は大豆を発酵させためっちゃネバネバした、食品なんですけど、結構匂いがねきつい感じなんで好き嫌いが分かれます。さすがにここでは全部は紹介しきれないので、今回はこの辺までにしておきます。皆さん好きな日本食があればぜひコメントで教えてください。最後に、日本食が健康にいいっていうのが聞いたことあるかもしれないんですけど、それについてお話しします。日本食はお魚だったり野菜を多く使っていたり、あと発酵食品が豊富で栄養バランスがとてもいいと言われています。特に一汁三菜といって一つのお味噌汁とかスープに3つのおかずを組み合わせることで、いろんな食品、いろんな野菜とかをバランスよく摂る理想的な食事法とされています。なので、例えば最近なんかジャンクフードばっかり食べてるな、あんまり食生活が良くないな、乱れてるなという方は、例えばお味噌汁を飲んでみたり、豆腐とか納豆とかそういった大豆のものを食べてみたり、麺類を食べたい場合はそばにしてみるとか、そういった感じで日本食を皆さんの食事にちょっと取り入れてみると、健康的な食生活に一歩近づけるかなと思います。日本食を自分で作ってみたいという方は、お味噌汁とかそういったものを作ってみるとそんなに難しくないし、あとは健康だしっていうのでいいかなと思います。今回は日本食についてお話ししました。日本食というと本当にいろんなものがあるので、今日私がお話ししてないものはたくさんあるかと思うんですけど、一部でこんなものがあって日本に来たらこういったものを食べてほしいなっていうのをご紹介してみました。今回はここまでになります。最後まで聞いてくださり本当にありがとうございました。ではまた次のポッドキャストでお会いしましょう。それでは。